皆さんこんにちは。今日はですね、中1教科書英語、ユニット4の授業を、1ユニット3週か4週ぐらいで一周するっていう形で組んでますけど、その1週目の授業の実際の様子を撮影しましたので、実際の授業の雰囲気をつかんでいただけたらと思います。それではね、早速内容の方入っていきましょう。はい。じゃあ僕先に読むんで、後から読んで、で、読んだ後に、日本語訳を言ってください。はい、じゃあ、いきます。Hi, I'm Rico. You have a lot of animals. I have some rabbits. Hi, I'm Rico. You have a lot of animals. Hi, I have some rabbits. I have some rabbits. こんにちは。私はリコです。あなたは、アニマルを持っています。まずこれ、アニマル。まずちょっと単語が、ちょっと予習ができてないかなって感じだけど。まず、アニマルは動物ね。動物。で、これはアロットは何もう一回言って。これは、たくさんの。で、このね、アロットオブっていうのは、これは量がたくさんっていう時もあるし、数がたくさんっていう時も、どっちも使います、このアロットオブは。で、同じたくさんのっていうのに、メニーっていうのがあるけど、これは、数だけ。で、他にも、たくさんのマッチっていうのがあるけど、こっちは量だけに使えます。だからこのメニーとマッチは、数えられるものだったらメニーの方を使うし、数えられないものだったらマッチの方を使うっていう使い分けが必要なんだけど、アロットオブだと、どっちでも使えるんで、だからその、作文とかではこちらがおすすめです。アロットを使うのがおすすめ。はい、じゃあ、ちょっと今もう一回訳してみて。あの人は、もう一回だけ終わります。待ってる。こんにちは。私の名前はリコです。あなたは、たくさんの動物を、多分、そのままでいいですよ。普通に持ってるでもいいし、飼ってるって言ってもいいし。飼ってますか？飼ってます。はい。飼ってますね。だね。相手に言ってるからね、これね。私はラビットうさぎね。うさぎを飼ってます。このサムは私はサムはこれはいくつかのね。いくつかの。はい。OK。Great. How many rabbits do you have? Great. How many rabbits do you have? すごい。どうやってラビット当てます？これ how many は違う。how many は、いくつ、数を聞く表現。数を聞く表現。この many っていうのはさ、たくさんので、数を表すっていう話したでしょ。で、この how っていうのは、どのようにでしょ。だからこのね、たくさんのにくっついてるから、どのようにたくさんのだから、いくつって聞いてるわけ。まあ、この場合はウサギなんで何匹かを聞いてるよ。もう一回訳して。いくつのウサギを飼ってる？I have three rabbits. They are so cute. I have three rabbits. They are so cute. 私は3匹のウサギを飼ってる。いいんだよ。その私は可愛い。そう。そうです。はい。OK。ね、ここで重要なのはこれね。いくつのっていう、ね、この表現。3っていう。はい。じゃあ次行きましょう。はい。じゃあ、ラジオに行きましょう。その前にこれをやりましょう。キーセンテンス、What time is it? これは、今何時ですかという表現。で、この it、これ it ってどういう意味？it は基本それでしょ。それ。it はそれ。それなんだけど、この場合は、特に意味がない。時間とか、天気なんかを、
ね、表すときに使う it で、これは特に意味がない。だから、ここは日本語に直さなくていい。これは。だから、これね、そのままこれ、それって言うと、それは何時ですかっていう風になるでしょ。これ it それだから。だけど、これ天気とか時間を表すときに使ってるので、使ってるだけで、この it は特に何かを表しているわけでは、この具体的に何かを指しているわけではないので、これは日本語にはしない。通常はそれよ。通常はそれだよ。通常はね。天気と時間を表しているときが例外ね。で、この返答するときも、まあ天気じゃない、時間の話なんで、it を主語に持ってきて、it is で、ここに、時間を表す数詞、数が入って、で、まあ、オクロックをつけてもつけなくてもいい。ちなみにこのオクロックっていうのは、これは、オブクロックの略。だから、この It's 3 o'clock っていうのは、その時計の3のところっていう意味。まあ、だけどまあ、これは言わなくてもいい。It's 3でもいい。で、次ね、What sports do you play? これは、まずこの What って何？どういう意味？この What。What って何？そうだね。正確に言うと、この場合は何じゃなくて、何って言ってることもあるんだけど、この what だけ単体で言ってるときは何なんだけど、これは、その後ろの名詞とこれセットで、何のスポーツというふうに聞いてるわけだ。What sports do you play? で、あなたは、何のスポーツをしますか？で、これの応用で、このスポーツの代わりに、ここにいろんなパターンが例えば、何色が好きですかだったら、what color do you like? 教科書。ね、what subject do you like? だったら、何の教科が好きですか？まあ、こんな風にいろいろ使える。ね、こんな感じでね。この作り方、覚えてくださいね。名詞ね。名詞。これ全部名詞。名詞です。名詞。名詞。あなたは何の動物を飼っていますかだったら何て言えばいい？うん。完璧。素晴らしい。はい。じゃあ、これ答えるときは、文の形で、ここをなぞって、まあこれはあなたはって聞かれてるんで、答える人からは自分なんで愛に変わってますけど、この部分をこうなぞるような形で答える。Do you play で聞かれてるんで、I play で答える。これスライドの端っこまで見えてる。ちょっと見えない。この辺まで見えてる。あ、よかったよかった。僕頭の帽子のサイズが小学生の時60あった。60。だから後ろの人によく前が見えねえって言われて。まあ、はい。じゃあ次行きましょうか。はい。じゃあ読んでいくんで訳していきましょう。It's noon in Japan now. What time is it in New Zealand? It's noon in Japan now はいい。ここは、今日本ではお昼です。はい。じゃあ次訳して What time is it in New Zealand? 読んで訳。What time is it in New Zealand? ニュージーランドでは何時ですか？ It's 3 in the afternoon. This is our last class today. It's 3 in the afternoon. It's 3 in the afternoon. Last This is our last class today. はい。そして。午後3時。明日は最後。明日でね。today だから今日ね。today。最後の。クラスは授業だね。今日の授業は最後だったら、today's class is last. これは、この today っていうのは、この last class today、このラストにかかってる、この today は。だから今日最後の授業。はい、じゃあ次ね。What do you do after school? うん。しますか？うん、そうだね。Okay. I usually play sports. 私は、読んで。
I usually play sport. うん私は、放課後、usually は usually。 usually は、これは、普段は、いつも。私は普段をしている。そうだね。OK。なかなかいいですね。はい、じゃあ次。はい、いきます。はい。What sports do you play? What sports do you play? 何のスポーツをしていますか？ I play soccer, tennis, netball, サッカー、テニス、netball. ネットボール。私はサッカー、テニス、ネットボール。そのまま。フットボールネットボール。をしています。Netball? フットボール。Yes, it's a sport like basketball. Yes, it's a sport like basketball. はい、私はスポーツになったちょっと待って。私はじゃないよね。んですか？とりあえずこれはイエスだ。ですは、はい、はい私は。そうだね。で、これは何これはは、何を指してる？自分。違う。自分だったら愛でしょ。この段階で分かってないとまずいぞ。それね。だから何かを指してそれって言ってるわけで、この場合は何かというと、これだね。これ。それはスポーツ。ババスケットボール。バスケットボール、これは、はい。ホニャララのような。バスケットボールのようなスポーツ。Sounds interesting. インタレストの面白い。sounds って何ですかこれ。それはジャズ。これは、まずこれ sounds はこれ動詞ね。動詞で、まあ、音がするとかいう意味もありますけど、この場合は聞こえる。で、これ sounds なんたらっていうのは、この頭に it が本当はついてて、それが省略されてて、で、ね、この場合面白そう。面白い。まあ、インタレスティングね。面白い。で、だからそれは、面白そうに聞こえるってことは、面白そうだね。面白そうだ。そう。直訳で言うと、それは面白そうに聞こえるだけど、面白そうだね。会話で、それは面白そうに聞こえますなんて言わないでしょ。はい。いいですか？はい。メモってる？はい。じゃあ次。次はキーセンテンスの方に。まずこの最初の come to the front。まあこれ、まあ3つともそうだな。be brave, don't worry。これ3つとも、これは命令文です。命令文。しなさいとかしてくださいっていう時に使う、命令文。で、命令文は、常に主語は you なんだけど、常にこれは省略します。命令文で。これが、まあ、この命令文と対になる言葉がこの平序文というね、言葉です。平序文っていうのは普通の文で、今までの普通の文。で、これ平序文で言うと、you come to the front。あなたは、前に来ます。なんだけど、これは命令文で、これ主語が省かれているので命令文なので、前に来なさい。で、この2番目もそうね。本当はこれ you が隠れてるんだけど、命令文では省略されてます。はい。で、ここであれって思うことないです。you, be, brave。brave ってことない。be 動詞。これ見慣れてるこれ。この形。be って形で今まで出てきた be 動詞。でしょ。これ you だったら本当は are でしょ。you are brave でしょ。だけど、この命令文の時は、ここは全部、この部分は全部、原型になりますよというルールが。原型っていうのは何かっていうと、まあ、説明が難しいんだけど、この辞書に載ってる形。辞書に載ってる形。で、まあ、この ing がついたりとか、まあ、s がついたりとか、そういう形じゃなくて、もうそのまんまの形。なので、この be brave っていうのは、これは、brave っていうのはこれ、勇敢なという意味。形容詞ね、これ。勇敢なという意味の
形容詞かなという意味の形容詞なので、これは、気を出しましょう。勇気を出せとかでもいいけどね。はい。で、この否定の命令の時は、この don't をこの頭に持ってきて、否定の命令文の時は、から始めて、動詞の原型。でこの worry っていうのは心配するという意味の動詞なので、これは、心配しないでくださいでも心配するなでもいいけど、はい。じゃあ、ここ読んで訳していきましょう。でいきますね。June, it's your turn. Come to the front, please. June, it's your turn. Come to the Please. please. ちなみにこれ、ターンっていうのは、これは名詞ね。名詞で、バッタ、順番。で、このザ・フロントっていうのは、フロントっていうのは前なんだけど、ここでザ・フロントって言ってるのは、この教室のなんかモニター使ってるから、この辺だね。そう、そう。はい。じゃあ、訳して、頭から。そうそうそう。そうちなみにこの it も、今なんかいい感じに訳せてたかなと思うんだけど、この it も、このそれって言わないパターンの it。でこれさっきは天気と時間って言ったけど、この状況、なんとなくこの状況、なんとなく状況をこうぼんやり指すときにもこの it を使うことがで、これも、それと訳さない。だから今の、あなたの番ですよっていうのは非常にいい訳でした。はいね。me or no? So, be brave. You can do it.まずこれは勇気を出す。で、この can は何この can。can はほにゃららできる。だから、あなたならできる。ただこの it が何を指すかがちょっとここでは明確ではないので、何々をできるっていうふうにはちょっと言わない方がいいかも。まあ、ただできる。この文だけから見ると、まあ確かに前に来てって言ってるんで、前に来ることができるっていうことかなと思うんだけど、純が宮と話す番ですって書いてあるんで、話す方のことを言ってるのかもしれないし、ちょっと微妙な感じが、多分話す方だと思うんだよ。おそらく。そうだね。まあここはあんまり、はっきりしないんで、あなたならできるで。I'm so nervous. nervous はわかるnervous は、これは緊張する。緊張している状態ね。そうそうそう。そう。Don't worry, enjoy yourself. Don't このセルフって何でしょうこれ。セルフ。そうだね。で、それに your がついてるんで、まあ自分でもいいんだけど、自分自身で、これ enjoy の後に来てるんで、これは名詞だね。名詞なんで、自分自身を楽しんでください。ちょっとね、日本語にするとちょっと意味わかんない感じになっちゃうけど、要するに楽しめってことだね。この状況を。はい。じゃあ、これもどんどん訳していっちゃうよね。What animals can we see in New Zealand? みんなでっていう必要はなくて、これ日本語では特に主語を言わないパターンだね。だからニュージーランドでは
何の動物が、見られますか？直訳するとこの私たちはだけど、これは、you とかとも同じように使うことがあるんだけど、一般論を言うときに、使うやつ。だからそのね、we って言ってるから、なんかその特定のね、その自分たちのそのグループのことを、指して私たちはって言ってるんじゃなくて、これは一般論。ニュージーランドでは何の動物が見られますかという。はい、じゃあ次いきますね。You can see she, kiwis. You can see 読み間違えた僕が。kiwis. これはキウイっていう鳥の名前ね。はい、キウイ鳥。で、できるね。もう一回。あなたは Here from your キウイね、キウイ。そうね。で、この場合もあなたははいらないですね。これも一般論なんで。だから、キウイや羊を見ることができます。Kiwis are fruit, right? kiwis are fruits. Like kiwi はどれどれ何フルーツ、果物。キウイは果物です。果物。これまあ疑問形になってるけど、このライトっていうのは、これは、形容詞で正しいという意味なのね。で、こう疑問形になってるのは正しいよねって聞いてるわけ。で、まあ、なんで、ここは、キウイって果物だよねって、こう相手に同意を求めてるような感じね。キウイって果物だよね。Yes, but kiwis are birds too. Look at my t-shirt. This is a kiwi. Yes. But kiwis are brown too. Look at my T-shirt. Shirt. So is a kiwi. This is a kiwi. This is a excuse. 知らんよ。そ知らん。う。違うではない。これはだって肯定してるでしょ、イエスって。うん。果物。そうそうそう。このバットは、しかしとかだけど、この to っていうのは、何々もという副詞。だけど、キウイは鳥の方もある。そうね。キウイは鳥でもあります。どこどこ ?Look at my t-shirt. T シャツ。T シャツね。T シャツ。で、これ命令文ね、この動詞から始まってるんで。命令文ね、これ。何を私の T シャツをそう。OK。キウイがある。そうだね。まあ、この T シャツにこのキウイの絵が描いてあって、これがキウイだよって言ってるわけですね。はい。これキウイ。キュートは知らない？キュート。とてもはない。かわいい。はい。はい、中1教科書映画ユニット4教科書本文第1週ですねの授業スライド内容を書いてみました。またね、次はね、その2週目の内容もちょっとどこかでとって見せしたいと思います。はい、ということで、ここまでご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。